今回私たちが訪れたのはシカゴのダウンタウンから車で20分ほどのところにあるクライミングジム。高さ18メートルにも及ぶリードの壁とボルダリングがあるこのジム、ファーストアセントアボンデールでのクライミングの様子をお届けします。やってきました。中西部の大都市シカゴ。目の前に見えるのがシカゴのビル群です。大都市なので道路はいつも大混雑、運転がとっても大変です。でも今回はサハンドが運転してくれたのでとても助かりました。シカゴは私たちが住んでいるインディアナポリスという都市から車で3時間のところにあります。高速道路の出口を出たところで、あと角を何回か曲がればようやくジムに到着するようです。さあ到着しました。この日は平日のお昼間だったのでまだ比較的人は少ないようですね。まだまだコロナの渦中なのでマスク着用が義務のようです。ファーストアセントはシカゴの中に4つクライミングジムがあります。シカゴの他にも同じイリノイ州のもう少し南の方に1つクライミングジムがあって、ピッツバーグの方にももう少しでオープンするジムがあるようです。デイパスは23ドル、学生ならば19ドル、さらにレンタルシューズは6ドルで借りられるそうです。入って一番先に目に入ってくるのがこの大きなリードの壁。一番高いところだと18メートルの高さになって、シカゴにあるクライミングジムの中では一番高いウォールだそうです。こちらの小さな可愛いトップロープの壁は最初子供用かなと思ったんですが、美麗のトレーニングなどに使われるようです。トップロープのルートもかなり充実していて、この上でクロスしているアーチの部分は高さ14メートルになるそうです。白いテープで囲われているこちらはリードの美麗のテスト用です。合格すればこんなサーティフィケットがもらえます。そしてなんとこちらのジム、スピードのウォールもあるんですね。ボルダリングは2階の上の方にあります。その隣にはちょっとしたトレーニング施設もあるようです。とってもいい景色が広がってますね。こちらが2階にあるボルダリングエリアです。正面にあるこの上矢印のマークがファーストアセントのロゴです。I think they put it. It's not by color necessarily. Like Right. the V7 was the red there, and here is black. Right. So So you just see the grade somewhere Yeah. around the bridge.
グレードはそのルートの近くに一つ一つこのように表示されています。なので例えばこの黄色の VB っていうのはこちらのルートになりますね。ルートセットのスケジュールはボールのセクションごとに分かれてるみたいです。ボルダリングエリアの奥にはこのようなトレーニング施設がありました。異なる傾斜のスプレーウォールが2つ。その後ろにはぐるりと一周できるペグボードがありました。トレッドミルで走りながらリードを見れるなんて贅沢ですね。ジムにいた時はあまり気に留めてなかったんですが、この壁に飾ってあるおしゃれな物体、シカゴにあるデザイン会社がケンタッキー州にある有名なレッドリバーゴージという岩場の標高の図を参照にして作ったそうです。レッドリバーゴージは私たちもよく行く岩場で、今シーズンも何回か行こうと思っているので動画楽しみにしていてください。お手洗いやロッカーなどはすべてこの辺にあります。さあ、トレッドミルでジョギングをして少し体を温めました。器具を使った後はきちんと除菌シートで除菌します。早速ボルダリングから登っていきます。はじめは VB なので一番簡単なレベル、こちらはスイスイですね。V2 のレベルもウォーミングアップにはもってこいです。V3 になるとちょっとホールドも小さくなってきますが、こちらもウォームアップに最適ですね。こちらは V5、 最初のムーブは取り忘れちゃったんですが、なんとかフラッシュすることができました。さあ、こちらは V6 です。この辺からちょっと難しくなってきます。なんとかフラッシュすることができました。こ
ちらは V5 だったか6だったかちょっと忘れてしまったんですが、最初に飛びつきのある面白い課題ですね。こちらケーブ状になっているセクションでも面白い課題がたくさんありました。ここでなんとか2バーをしようと思ったんですが、なかなか届かず結局落ちてしまいました。こちらはコーディネーションのような動きですね。周りにも何人かトライしてる人がいたのですが、結局誰も取れてませんでした。最後にこちらの V7 の課題に挑戦してみます。この日は結局登れませんでしたが、面白そうな課題ですね。ではボルダリングでいい感じに体が温まったところで、下に降りてリードクライミングをします。間近で見てもすごい迫力、上の方はもはや見えません。18メートルあるこの壁を登るにはロープが最低限40メートルである必要があります。もし自分のロープが何メートルかわからないときはこちらで測ってみてください。ではまず 511B から登ってみます。この後私もこの同じルートを登ったのですが、感覚的にムーブ自体はそんなに難しくない印象で、ただひたすら長いルートだったので耐久力や持久力という面で 11B だったかなという課題です。続いて私がこの 512A に挑戦したいと思います。こちらのルートはかなり前腕の持久力が試されるような、すごくクラシックで外岩のような感じの課題でした。普段私たちが登っているリードウォールはこのウォールよりも低いものなので、なかなか私の前腕の持久力も足りずに2回ほどテイクをしてもらいながらなんとか登りきりました。この後ももう一つ511のルートに挑戦しました。このジムはほとんどのルートが511以上のグレードでした。
こちらは 513B というちょっと上級者向けのルートですね。スローパーが多そうなので、スローパーが得意なサハンドにはいい課題かもしれません。私たちがリードクライミングを終える頃にはすでに夕方になって、かなり多くの人が来ていました。ファーストアセントの T シャツをしたユースチームの子たちもたくさんいました。ご視聴ありがとうございました。これからもアメリカのクライミングジムや岩場などを紹介していきたいと思うので、チャンネル登録やいいねなどよろしくお願いします。